ハイタイ、長峰かなです。プチ沖縄トラベラーへメンソーレ。私はスタジオから沖縄大好きな外国人2人、バンソンとクリスタルの行方を見守りながら、うちなーんちの目線でコメントさせていただきます。早速見ていきましょう。お二人、ウニゲーサビラ。はいさー、いやー見てこの綺麗な景色、最高。こちら中城村なんですけれども、この半田道っていうところの中にあるアガリティーラ橋っていうところにいます。早速なんですが、我々外国人ですよね。道の通り。我々よりはるかに前に日本に来て日本を外国へ開いた大先輩がいることを知ってるかな？カモドー・マシュー・ペリー。ペリー提督ですよね。そうなんです。ペリー提督なんですけれども、実はこのペリーさんがね、ここ中城村とも深い縁があるので、今日それをもういろいろね見に行って勉強したいと思います。At the end of the Edo period, when Japan was as closed as a steel safe, Commodore Matthew Perry came here to Nakagusuku Village in central Okinawa before entering mainland Japan to negotiate opening the country to American trade. Wait, what? He didn't come himself, but only sent a few men while he was enjoying his time at Shuri Castle? Come on. Okay, so while this lazy was napping at Shuri, a party of 12 men explored the hinterlands of Okinawa. There was one guy with an awesome beard named William Heine, an artist, world traveler, writer, and who knows what else, who documented this journey through sketches, which are to this day a precious archive of what Okinawa looked like during those times. So now let's follow their footsteps. では早速行きましょう。せーの、レッツゴーやー。さあ今回は中城からスタートということで、ペリー提督が日本へ開国を求める航海の途中で琉球に寄港したという歴史は知っているんですが、さあどんな旅だったのか気になりますよね。すごく楽しみです。いい感じの散歩でしたけれども、今日は歴史の細かい話も聞くのでガイドさんをお願いしています。今日ご案内いただきます比嘉さんです。よろしくお願いします。こちら中城の半田道という道で、皆さんご存知でいらっしゃってくださってると思うんですけれども、琉球王国が、1429年、三山時代といって、3つに分かれてたものを昭和資産が一つに統一して琉球王国が誕生した。ちょうどこっちから見たらグスクがですね、各グスクが連なって見える。この位置から。そうですね。じゃあ何が見えるんですか？荒垣グスク。荒垣グスク。はい。でその2個目の山が中城グスクで、次の山がデーグスクというグスクになりまして、で奥のですね、与勝半島の方になりまして、あれがカツレングスクです。カツレングスクですね。ペリーとここら辺の道の関係性とかの話もお伺いしていいですか？そうですね。ペリー提督がご存知の通り1853年の5月にですね、琉球の方に来てるんですけども、その時に奥地探検隊を編成して、探検隊に沖縄の中を調べてきなさいというふうに言って、でその人たちがですね、那覇の方からこう、東側の方にまで来て、この半田道を通って北部の方まで沖縄中を調べて歩いた道ということで、この半田道も実際に歩いているというふうに言われております。ペリー自身、来てないってことですか？そうです。よく気づきましたね。なのでペリーさんも来たかのように思われがちなんですけども、実際はですね、現在でもそうなんですけども、このトップの人っていうのは命令して行ってきなさいと言って、部下とかですね、そういう一緒に行った船員たちが隊員として。なんかずるい。なんか騙された感じで。ちょっと騙された感じはあるんですけど、でもペリー探検隊なので。
知らなかったですね。皆さんもそうじゃないですか。ペリー提督も一緒に中城に来ていろいろ旅して沖縄を回ったって思いましたよね。はい、それではですね皆さん、こちら足元の方見てください。はい、なんか石畳になってますね。道の真ん中にくねくねに。これがですね村の方で中城村の方で整備した半田道、を当時を再現といいますか、こういった道だったような、イメージですね。はいはい。で、じゃあここにあったっていうことを示すために、今残ってないその半田道を、こういう風に整備して皆さんが歩きやすいように。いいですね。次はどういったところに行くんですか？そうですね。次はまたこのペリーの探検隊とゆかり縁がある場所なんですけれども、はい、そちらの方に向かいたいと思います。じゃあぜひ行きましょう。はい。こちらですか？この立派な岩2つ。そうです。この2つに分かれた立派な琉球石灰岩が。琉球石灰岩なんですね。はい、そうです。その旗立て岩になります。ペリーの探検隊の話をしていますが、彼らがですね半田道を通って、ちょっと道を抜けた時にこの岩を見つけて、なんだこれはということで。でここをですねスケッチにもいい場所だし、はい、休憩もしながらということでこの場所で、だいたい約1時間ぐらいかな休憩をして隊の1名がですね、上の方に登ってこの上の頂上で、はい、アメリカの星条旗を立てて、でさらに下の方からですね、祝砲ですねこちらにたどり着いたということを祝ってパンパンパンと撃ったというふうに言われてます。それ銃でパンパン。アメリカ人っぽい。僕のコメントアメリカ人が今言ったから大丈夫セーフ。フランス人とか日本人が言ったらまたちょっと国際問題になるかもしれませんけれども。それでですねこの旗立岩は、中城村の方からも、1997年にですね村の指定文化財史跡として、登録されました。旗立岩ってこういうねスポットがあったんですね。当時ハイネさんがスケッチした絵と見比べながらそのスポットを回るっていうのもすごくロマンがあっていいですよね。なんか面白い旅ですね。では次のポイントにですねまた移りたいと思います。はい、で次の場所がですね、中城城、正式に今統一している名前で中城城跡ですね、そちらの方に行きたいと思いますが、そちらでも測量とかいろいろ長さ測ったりいろいろして、でこの城の造りを見て、ペリーも大絶賛したというふうに言われている場所になります。さあ中城はい、中城城跡が見えてきて近くまでなってきたんですけれども、はい、ここがなんか特別な場所だそうですよ。はい、そうですね。先ほど、ペリーの旗立岩、抜けて、ペリー一行はですね、こちらの方にまた北上して向かってくるわけなんですけれども、はい、その時に、また丘を抜けてこの目の前に中城が、見えてきたという時にまたこのハイネさんがこちらでスケッチを撮っております。はい、じゃあ今そこにいるこのスケッチの、はい、このスケッチのこれは比嘉さんが案内してくれてる。はいこれかもしれないです。そう。私は？クリスタルはなんか強そうな武器を持ってる。僕はなんか変な頭の人。変な頭の人、ちょんまげの人。なるほど。これ同じ場所で。一緒じゃないですか？いや本当に一緒だと思いますよ。一緒だと思います。これはなかなかね、もう時代を超えてでも同じ景色が見えるっていうのは、なかなかないですよね。感動的な感じで、近づいてきたので、ぜひもうねここまで来たら中城の中まで行きましょうね。行きましょう。行きましょう行きましょう。わあ、暑いですね。たくさん歩いたしね。もうでも中城城跡の正門まで切って、こちらもペリー隊も通りましたよね。そうです。こちらの正門の方からですね、半田道を通って中城の中にも来ている記録が残っております。
はい、で、有名なですねこのペリーの一行が帰った後にこの報告書として残している日本遠征記という記録があっています。その中にも中城のこの建築技法とかがいかにすごいかということとかも記録されているということでございます。ペリーが褒めてたってことですね。絶賛してたんですね。じゃあもうペリーさんがこの当時からねこの日本沖縄の魅力、今でいうクールジャパンみたいな魅力を感じてたってことですね。その通りでございます。はいはい、ということでですね、これから中の方に入って、はいぜひ見ていきましょう。早速見ていきましょう。レッツゴー。レッツゴー。急に来た。ねえ、中城城跡のもう中をいろいろ回って、はいベリー隊との関連もいろいろ見えてきたんですけれども、すごい綺麗でしたね。ね、綺麗でした。こちらのグスクに滞在してでまたペリー一行がですね一通りしてから次のポイントにまた向かうんですけども、この向こうのアーチの裏門を通って出ていくんですね。これはもう出口っていうことですね。そうですね。は機能としても裏門なので出口なんですけども、はいこれとちょっとまた見比べるとですね、もうほぼほぼですね今と変わらないというのがこのスケッチからもよくおお、わかるんですよ。確かに比嘉さんがもう素敵な案内をしてくださって、はいはい本当にありがとうございます。ありがとうございますさあクリスタルさん、今日中城村でもうね600年ぐらいある半田道、そして我々のもう在日外国人大先輩のペリーね提督さんの歴史をいろいろ勉強したんですけれども、今日そういう関心と発見はクリスタルさんはいろいろありましたか？ありましたよ。私は数年前に中城に住んでたし。住んでました。住んでました。で、ペリー隊はもう沖縄に来ていろいろ調べに来たし、もう沖縄褒めたり、もう沖縄も感動したり、アメリカの出身なので、多分もしかして私のひじいちゃんかもしれないです。可能性ありますね。ゼロではないということですね。今日はあまりその話広げなかったんですけれども、ペリー隊が在沖だった時にいろいろねいいこともちょっと悪いこともいろいろやらかしたみたいではあるんですが、それをねちゃんと外国人として日本に来てていろいろ歓迎してもらってるから悪いことしちゃいけないぞってちゃんと思い出させてもらってますけれども、このペリーっていうのは当時ペルリって呼ばれてたらしくて沖縄で、そうペルリが沖縄に来た遺跡が今でも那覇の泊の外国人墓地に残ってるので、やはりねこの沖縄の歴史、日本の歴史の中でペリーがここに来たことがいかに大事だったことかよくわかると思いますので、その遺跡も今でも見に行けます。はい、ということでね今回もいろいろ勉強になりました。それでは皆さん See you see you さあ今回はロマンあふれる旅でしたね。中城の城壁の曲線美は沖縄県内に300ほどある城の中でも最高峰と言われていますし、ペリー艦隊の探検隊もその技術の高さを称賛していると伝えられていますよね。こういうふうに歴史を知ることでますます興味深くて、私もペリー探検隊がたどった場所改めて巡ってみたいと思います。さあ来週のプチ沖縄プラスでは今回ご紹介しました中城城跡についてたっぷりお伝えします。どうぞ皆さんお楽しみに。バンソンさん、クリスタル、今回もありがとうございました。今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。
うちなんちゅの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしくうにげーさびら。んじくみそうりよ。